説明をしますね。どういうふうにして今回のレクチャーをやっていくのか。皆さん、諸事情がない限り、カメラはオンでお願いします。諸事情がある人はカメラオフでも大丈夫ですけど、基本はカメラオンでお願いします。で、アレックスたち喋るときに結構表情を見ながらプレゼンテーションするので、諸事情がない人はカメラオンでお願いします。音声が聞こえません。皆さん音声聞こえてます？聞こえてますか？大丈夫ですか？入ってきたら、オーディオパソコンのコネクションしてください。はい。で、OK です。で、チャットの方を開いた状態で、レクチャーは聞いてください。チャットの方で、日本語のサポートの通訳を入れながらやっていきます。なので、チャットは開いた状態でお願いします。OK ですか？で、基本的には、プレゼンテーションが始まったら、スピーカービューでお願いします。右上に行くと、スピーカービューがあるので、スピーカービューでお願いします。まあ、自分で好きなタイミングでギャラリービューに変えてもらってもいいんですけど、プレゼン始まったら、スピーカービューを推薦します。で、基本的には、僕が、アレックスが、喋った後に僕は通訳していく感じになります。で、チャットに、随時質問などがあれば、打ってください。で、皆さん、レクチャーが始まっているときはマイクはミュートでお願いします。マイクはミュートで、質問がある場合のみ、アンミュートにしてから入ってください。OK ですか？で、質問が何かある場合かは、チャットに打ち込んでください。何々が質問がありますとかっていうのがあったら僕常に見てるので、チャットの方にお願いします。で、チャット、誰にメッセージを送れるのか選べるので、コントロールしてもらっていいんですけど、僕に送られても分かんない場合があるので、基本的にはみんな宛てで送ってください。OK ですか？みんな宛てでチャットを送る。はい。っていう感じで、設定の方、皆さん OK ですか？で、マイクはミュートで、チャットは開けてお願いします。OK ですか？で、Q&A の方は、プレゼンテーション、レクチャーが終わった後にあります。なので、質問がもしゆっくり聞きたい場合とかは Q&A の時間を使ってください。それ以外で今何が起こってるのか分かりませんとかそういう緊急事態のような感じの時はチャットで割り込んでください。OK ですか？誰の風の音を聞けるのかな？なんか聞こえますよね。もしかして僕？違うな。マイク、皆さんミュートでいいですか？マイクのミュートの仕方は、下のアイコンのところにマイクのマークがあるので、そこを押してもらったらミュート、アンミュートができるので、お願いします。OK。もしかしたらこれアレックスかもしれない。ちょっと一回始めますね。マイクミュートで。はい、ちょっと、富山さん、マイクミュートでお願いします。今、アンミュートになってます。はい。あれマイクをミュートで。ミュートで。はい。はい、今逆です。もう一回押してください。はい。はい。はい、完璧です。OK。じゃあ、始めますね。まず僕の自己紹介からします。はじめまして、皆様。今日はありがとうございます。小西翔です。今回で、デザインラボ第2回目の、オンラインを使ったレクチャーになるんですけど、基本的に、僕は、ファッションデザイナー、アーティスト、リサーチャー、そして、エデュケーターをしてるわけなんですけど、僕は東京モード学園を卒業して、その後ニューヨークに渡って、進学準備をしまして、その後にパリスカレッジオブアートの、ファッションデザイン、オートクチュール、ハイテクノロジーの大学院を卒業しました。で、そこで今回のゲストのアレックスと出会いました。
で、その後にニューヨークに帰ってきて、パーソンズの、ファッションデザイン&ソサイティの大学院を去年卒業して、現在は、フリーとして自分の、活動をしてるのと、カスタムメイクがメインなんですけど、自分のレーベルをやってるのと、フリー活動で、いろんなところで、デザイン、ワークをしてるわけなんですけど、このデザインラボは僕が、数年前から始めたんですけど、このデザインラボっていうのは、基本的に、僕が経験した海外でのファッションの情報っていうのを日本にいる皆様に届ける、シェアする。で、日本のファッションの、教育ですね。ファッションの、教育がもうちょっとこう外国と分かち合えるようになるといいなと思って、立ち上げたもんなんですけど、っていうのも僕は日本でファッションを勉強したんですけど、海外に行った時に全くもっ会話が通じなくなるっていうか、感覚が違いすぎるので、そこになぜこんなことが起きてるんだろうっていう疑問が常に僕はありまして、僕が考えてるファッションっていう単語が外国に一歩出ると全く違うんですよ。だから定義が変わるんですね。だからそういうことを僕は専門学校卒業だったので学べてなかったんですよ。だからそういうふうにこれから皆さんが外国でとか世界で羽ばたくっていうデザイナーを夢見てたとしたら、これから皆さんがこう大きくぶつかる壁になってくるので、そういうところを僕がなるだけ若手の世代の皆さんとか、今いろんなことを夢見てる人に情報を教えるっていう、そういうのをメインとしてやってるわけなんですけど、で今回のこのレクチャーを僕始めたのは、今月始めたばっかりなんですよ。っていうのも思いつきで始めたわけなんですけど、っていうのも教育のあり方っていうのにすごい僕は常に疑問を持ってまして、僕はこっちの大学の方でも一応教えてるんですよ、ファッション学校で。で、パーソンでレクチャーしたりとか、FIT の方でゲストスピーカーしたりとかいろいろしてるんですけど、で、こっちで僕が現地の生徒を教えてる状況で、日本でもゲストスピーカーいろいろするんですけど、なんかこう日本とこっち、ニューヨークでいるときにすごい大きく感じる壁が、日本の学校には現地で戦ってる先生っていうのがあんまりいない。だからゲスト講師っていうのが結構いなくて、フレッシュな情報がないっていうのがすごい僕結構問題だなと思ってて、なんかこう生の意見が聞けない。だから、このレクチャーを使って、今それこそロックダウンになって、日本はちょっと解けたんであれなんですけど、僕らはまだ全然ステイホーム中なんですよ。で、パリも今ようやく回復してきたっていう感じなので、その状況を、どういうふうにこううまく活かせるのかなって考えた結果、意外とオンラインの方が学べることってすごいあるんですよ。特にこのレクチャーとかに関してだと。なので、今だからこそみんなが家にいるから、世界中にいる人たちが。だからそういう人たちをゲストに招いて、フレッシュな情報をお届けする。で、いろんな、今世界で何が起きてるのかを、現段階、オンタイムで届けるっていう感じで、それをメインに始めたわけなんですけど、今回、アレックス、をゲストに呼んでるんですけど、彼女は Y プロジェクトでブランドマネージャーをしてて、で、皆さんブランドマネージャーって何だろうって思うと思うんですけど、僕自体も何だろうって感じなので、これから皆さんと一緒に勉強していきます。で、基本的にはコミュニケーションが担当なんです。ブランドのコミュニケーションが担当。で、そのブランドをマネージングするコミュニケーションを取っていくっていう仕事がどういうものなのかっていうものを知っていく。で、これから海外を、考えてる人たちだったら、どういうふうにして仕事をゲットするのかとかっていうところって、学校に行くだけで全てじゃないので、仕事っていう面でどういうふうに仕事をしていくのか。で、個人的アーティストでありながら会社で働くっていうことはどういうことなのかとかっていうことを、彼女の、辿ってきた道を、辿りながら勉強していくっていうのが今回のメインです。で、前回は、サラリウムをゲストに迎えたんですけど、彼女の場合は大学院の、生徒で今年卒業したばっかりだったので、ちょっとなんか学校に出たすぐの話って感じなんですけど、彼女の場合は2017年に卒業したので、3年間社会人としてどういうふうにしてメゾンに入ってってメゾンで働いてるのかっていう感じですね。それを皆さんで勉強できたらと思います。で、
今回もサラリムに引き続きなんですけど、ヌーベルノームさん、名古屋のセレクトショップのヌーベルノームさんに、今回も入ってもらうことになっていて、前回のサラリムのポップアップは7月の終わりに開かれます。なので、皆様、オンラインでサラリムの前回のゲストの作品を購入することができます。で、アレックスに関しても、今後、ポップアップを予定しているので、8月頃めどに、ヌーベルノームさんでポップアップができたらなと思います。で、アレックス、この後はプロフィールの情報とかありますけど、彼女自体もいろんな制作をしているので、彼女として作品を出すという感じです。で、ちょっと一旦、ヌーベルノームのアンナさんから一言じゃあ、ご挨拶もらっていいですか？はい。はい。名古屋の栄でヌーベルノームというセレクトショップをやっております。アンナです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、今回、この後一緒にプレゼンテーションを見てって、ヌーベルノームのアンナさんも一緒にアレックスっていうのがどういうデザイナーなのかを見ていくって感じです。で、この後別でインタビューがあって、ヌーベルノームさんの YouTube チャンネルの方でインタビュー動画とかも連携するので、そこでどういうポップアップが行われるのかっていうのは見ていただけるようになります。で、アレックスを紹介する前に、一回ちょっと僕の方で、スクリーンをシェアしますね。皆様、見えてますか？僕のスクリーン見えてますか？はい。今回、ようやくショーコニシデザインラボのウェブサイトができまして、今後、出てくる、講義の内容だったりとかお知らせっていうのがウェブサイト上から見れるようになるので、チャットの方でリンクが流れてると思うので、皆様、次の参加とか希望する場合、なんとかちょっと今編集中なのであれなんですけど、ウェブサイトから申し込みができるようにします。で、皆様結構ペイパルとか苦戦したと思うので、そこもちょっと今、いろいろお直し中です。ただ、過去の講義一覧とかで、ウェブサイトの中で見えるようになってます。で、これがサラリム前回来てもらった、ゲストの講義の内容です。で、こちらは、今、普通に無料で、僕の YouTube の方にこう載ってるんですけど、今後、後々、今回のアレックスの講義に関しては、鍵がつきます。なので、後々このウェブサイト会員制と無料制でこう分かれてくるんですけど、会員の人のみ見れるようになります。で、僕のラボの生徒は、常に見れる感じなんですけど、ラボについてはちょっといろんなカリキュラムができたりとか、ちょっとラボ自体今成長してるので、そちらの新しいお知らせっていうのは来月改めてさせてもらいます。なので皆様、ウェブサイト気になったらちょっと見ておいてください。今まだちょっと成長途中なんですけど、後々ちゃんと発表できるのが7月24日になると思います。7月24日、僕の方でラボの大きな説明会をしたいと思います。ので、とりあえず今回は、アレックスの、話でいって、次回の講義ももう、予定されてて、この後お知らせしますね。次回の講義は7月10日の金曜日にまたあるのですが、その時は 3D プリンターの、スペシャリスト、デザイナー、イリス・バン・ヘルペンの 3D ドレスを作ったデザイナーに次は来てもらうので、今からアレックスはバーチャルショールームの話とかをしていきます。どういうふうにしてパリブランドがこの状況を乗り越えるかっていうのにやっぱりテクノロジーが関わってくるんですよ。なのでそのテクノロジーとファッションのあり方をちょっと研究します。で、その後2週間後にそのテクノロジーをバリバリ使ってるデザイナーに来てもらってテクノロジーサイドの話をしていこうと思ってます。なので、そういうお知らせとかは皆様ショーコニシデザインラボの方にメールで申し込んでくれたと思うんですけど、そっちの方から、情報は流していきますね。ということで、ちょっと長くなりましたが、アレックスの紹介いきます。Hi, Alex. Just unmute. Unmute the mic. Yeah. Hello, everyone. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Good. So should I start? Yeah, sorry, I just took so much time, but no, it's fine. Basically, would you mind to start introduce yourself? Kind of like where you graduated, what is your background? Yeah. My name is Alyx-Marie.
I am American from Arizona. And yeah, I moved to Paris about 4 years ago. Yeah, I decided to get my master's in fashion design, haute couture, hot technology from Paris College of Art. And then that sort of led to the current position I'm at now as brand manager of PROJECT. Okay. And I'll talk more about that in the presentation. Okay. アレックスはアメリカのアリゾナ州出身で4年前にパリに来ました。で、パリに来た理由っていうのが、その僕も卒業したパリスカレッジバーとファッションデザイン、オートクチュール&ハイテクノロジーの大学院コースがあって、そこを卒業しました。で、その後に、Y プロジェクトのブランドマネージャーになったと。で、もうちょっと細かいところは、後々プレゼンテーションの中にあるので、後で話すね。Okay, so I'm going to share my screen. スクリーンシェアしていきますね。で、ちなみにアレックスは今家からお届けしてくれてるんですけど、パリってAC がないんですよ。エアコンがないので窓を開けた状態なのでパリの街の音が聞こえると思うんですけど、それはパリを感じてるっていうことでお願いします。はい、great. Good. Okay, cool. Great. Perfect. There you go. This is just the page. Right. アレックスは、Y プロジェクトのブランドマネージャーでありながらフリーランスのスタイリストとしてデザイナーとしても活動してます。Great. Yes, and yeah, freelance designer as well. Yeah, so just to tell you a bit more about my background, I actually grew up doing theater my whole life, like performing and in dance and singing and acting, etc., all three. And my mom was actually a costume designer. So growing up, I learned to sew by helping her all the time, like fixing all these crazy costumes for big musicals and operas and stuff. And so then when it came time for me to go to college, I decided that I would do what my mom did because I thought it was fun and try costume design. Okay. So, yeah. アレックスのバックグラウンドはコスチュームデザインなんですよ。で、コスチュームデザインのバックグラウンドがあって、彼女の母親自体もコスチュームデザイナーで、オペラとか、そういうシアターとか、そういうもののコスチュームを作ってて、彼女自体も実は結構、パフォーマンスをずっと習ってて、ちっちゃい頃から、すごい歌うまかったです。だからパフォーマンスサイドから、そのものづくりに入ってきたっていうバックグラウンドですね。Great. Yeah. So these are just some renderings and images from some random shows I designed back then. I also did a bunch of, I did a couple films. I branched out into opera. And as much as I love the theater, it's really hard to find work that pays well. and I still love it. Like I will go back to it one day, but yeah, it's very difficult to find like a job, consistent job. And I kept finding myself doing fashion things that I, on the side, almost as a hobby. People would ask me to, make a dress or make this, or like fix something or alter something and or style something for a photo shoot. And so I was like, well, maybe I should actually try and study that. っていうのが、僕もアリゾナにアレックスの実家に行ったことあるんですけど、その時家族にオペラに連れて行ってもらったことあるんですよ。で、アリゾナってすごいパフォーマンスのオペラとかが結構盛んで、そこでお母さん自体も仕事をしてて、彼女自体もお母さんの、影響でシアターの業界に入ってって、映画のコスチューム作ったりとかそういうことをしてるんだけど、コスチュームってやっぱり楽しいんだけど仕事としてやっていくのがやっぱ厳しいっていう状況があるから、って思ってる時に結構周りの友達が服作れるんだったらってことでシューティングしようよとか、なんかこれ作ってよとか、なんか周りのそういう声から、じゃあそしたらファッションちょっとやってみようかなっていうのが心変わりの瞬間で、僕自体ニューヨークに初めて来た時コスチュームやってたんですよ。コスチュームの、デザイナーのところにアシスタントで入ったのが僕の一歩の入り口で、僕自体、服がすごい作れる服飾学校でだったので、物がすごい作れるわけですよ。で、これから皆さん勉強していくんですけど、ファッションメゾンに入って服が作れるのって必要なのって、ハテナがいっぱい出ると思うんですけど、あんま必要ないこと結構あるんですけど、
コスチュームってみんな作るんですよ、自分たちで。だから、服飾で僕が作れたからこそ、コスチューム業界にはすぐ入れたんですよ、すって。で、ニューヨークってコスチューム業界すごい盛んで、僕、光栄なことにはブロードウェイショーだったりとか、クリスマスのウィンドウディスプレイとか作らせてもらったんですけど、すっごい楽しいんですよ。本当にクリエイティブな、造形的な、なんかこう、複雑な素材使いをしたものをチャレンジしていくっていう感じで、すごい楽しいんですけど、彼女も言ってるように、仕事にしていくのはすごい難しいっていうのが、コスチュームデザイナー業界ってすごいちっちゃいんですよ。だから、レジェンダリー的なデザイナーがいても、その人たちが仕事を持ってるって感じ。だから、そこの道で駆け上がっていくっていうのは、やっぱりなんかこう、すごい狭いもん。で、どっちかって言ったらファッションの方がビジネスに寄り添ってるっていう、なんかそれの方がちょっとイメージが湧くかな。どっちかって言ったら職人に近いかな、コスチュームの方が。で、ファッションデザインの方がもっとビジネスに近くて、いろんな入り方があるっていう。そこはちょっと、コスチュームに興味がある人は、いろいろ見てみてください。でも、すごい近いです。ものづくりとしては。なんか、縫うっていうところでところにおいては、日本のファッションで学ぶこととコスチューム業界の入り口はすごい近いです。OK。Okay, so next one. So one thing I kept finding myself doing especially was starting my own sort of consignment business, working with upcycling vintage clothing and just clothing that was really cool but might be like a little stained or a little torn or a little whatever. So I would repair it, or I would do something to it to make it cool and interesting. Mm-hmm. And then I sold it on a variety of different websites, Instagram, and then like Dmop, and then I also sold at special like boutique consignment stores in Arizona. So this was like the first, like finally when I realized like, okay, I can make money at this, and like I really enjoy doing this, and I love the sustainable aspect of it. So being able to like do this, and every project was different, which is really important for me too. Like it's not, it's not all the same. And yeah, so that was like the final thing I did. And I was like, okay, I did this for a year, and that's the money I used to pay for my school when I went to PCA. So, yeah. そうで、そのファッション、じゃあやってみようかなって思って彼女が始めたのは、そのアップサイクリングプロジェクトで、ヴィンテージの服とか、そういうものを仕入れてきて、リデザインして加工して、こう、ウェブサイトとかインスタグラムとか SNS を使って売っていくっていうので、彼女自体それで結構うまくいって、大学院に来た時の学費は自分で貯めて、それで払ったみたいです。で、そこで、ファッションって、お金がね、作れて、じゃあ自分はこれをもうちょっと学んでみようっていうことで、パリに、移動するっていう感じですね。で、この後、ヌーベルノームでやるポップアップで置かれるものも、こういうアイディアです。彼女がやってるアップサイクリングヴィンテージの加工の服。で、サラも、サラの商品がそろそろ、到着するんですけど、そのサラもサステナビリティに対してすごい、考えを持ってて、そのファッションっていうものが、今既存であるものっていうものにもう一回価値をつける。それでもう一回ビジネスというかマーケティングして無駄なものを大量生産しないっていうそういうところでサラも言ってるんですけど、アレックス自体もサステナビリティにすごい重きを置いててこういうプロジェクトをやってたっていう感じですね。Great. Perfect. So with the sustainability perspective in mind, I was also super drawn to, I wanted to live abroad. I wanted to go to school abroad. So I was looking at schools in Germany. I was looking at schools in Spain. And then finally, like I landed on Paris College of Art. It seemed like the best option with the best program that I thought was interesting and new. Obviously studying like haute couture and technology was great. And during the interview, like we also discussed learning about sustainability, etc. So I was like super excited to come and learn about that. Yeah, you can, I don't know. それでその後にパリスカレッジバートの大学院に来たわけなんですけど、彼女はアメリカから出るときにヨーロッパに行きたくて、ドイツ、ジャーマニー考えたりとか、スペインの学校とかいろいろ調べた結果、パリスカレッジバートを選んだっていうのも、オートクチュールでハイテクノロジーで学ぶ内容として一番いいんじゃないかなってことで、そこに受けたっていう感じですね。Right. Yeah, so my initial, what's great about PCA is that it's very
multidisciplinary. So it's a very small school. So all of the different departments are all really close, and you get, if you want to, you have a chance to like learn how to do printmaking, which is more of a fine art kind of situation, or you can like, you know, use the wood shop. So like you really get to experience lots of different art forms and utilize those. So I took printmaking my first semester, and I was really inspired by the pressing of like natural, like real fresh flowers on technical fabrics and like paper, and like seeing the contrast of that. And so my initial like small project, it was like a small capsule collection, was all about nature meeting technology, and like sort of this quasi world in you know 40 years from now, and like, will there be flowers? Will flowers exist? And you know, printing out flowers, and you know, I pressed flowers onto technical fabrics to make like natural patterns that were not reminiscent of a flower. They were actually supposed to be kind of like gory looking. No, like, その彼女はその大学院でやったプロジェクトがこれなんですけど、まあ、大学院僕も同じで1年しかないプロジェクトなんですけど、どっちかと言ったら研究をしていくって感じなんですよ。なので結構論文を仕上げたりとかっていうことをしてて、彼女が選んだトピックはその自然物、ネイチャーがそのテクノロジーとどういうふうにして融合していくかっていうので、PCA のいいところって、パリスカレッジバートのいいところって、すごい学校がちっちゃいからいろんなことを勉強してる人とすごい近いんですよ。だから隣でスカルプチャー作ってる学科の人もいるし、ペインティングやってる人もいるし、ウェブサイト作ってる人もグラフィックもいるっていう、もうすごいいろんなアーティストたちが周りにいる環境で学ぶんですよ。で、だから彼女はすごいプリンティングメイキングをしてたんですけど、シルクスクリーンのスクリーンラボっていうのがあって、ひたすらプリンティングだけするラボがあって、そこにすごい通い込んでて、その自然で染める、花を使って染めるっていう、そのすっごい古典的な、すごい昔からあるような自然の技術とハイテクって言われる素材の融合っていうものを研究してたんですよ。で、その PCA ですごい重要なのは、僕らテクノロジーとオートクチュール習ったんですけど、それと同時にサステナビリティに対しても授業があって、そういうカリキュラムがあったんですよ。だから僕もサステナビリティに対してすごく取り組んでるのは、この学科で、テクノロジーも並んで、そのファッションの歴史、オートクチュールっていうクラフトマンシップも勉強した上で、その次を考えるとやっぱりサステナビリティっていうものがすごい重要になってきて、それを結構学んで論文を仕上げたっていう、コレクションですね。Great. Great. Yeah, and I also laminated like real pressed dried flowers inside of PVC. And then I also printed out photos of flowers and put that in there. So it's sort of this juxtaposition of like a real flower and then what we, you know, a printed version of a flower like pressed between the PVC. And it was sort of like this like very literal translation of like nature and technical fabrics together. Like this is a better, like of the textile, like that's the example of the textile. That I used on the skirt, and I actually made some jewelry out of it as well. It was really, really beautiful. 彼女はそのなんかテクノロジーとその実際の素材っていうので本当の花を使ったりとかデジタルプリントの花とかを組み合わせて、その PVC の間に挟んでプレスしたりとかっていうそういう感じで、ファブリケーションをやってたっていう感じですね。Right. Yeah. So that was the first semester. Second semester, I branched more into the technical perspective of it all, like really got into the learning how to use conductive thread and putting LED lights in clothing. We worked with laser cutters. So obviously laser cutters are usually typically used on like leather or like wood or glass or whatever. And I wanted to see what it would be like to use it on more elegant romantic fabrics that are quite thin. And the final product wasn't exactly what I wanted. I would have loved to do more tests, but I mean, it still looked quite beautiful. Like that was very, very delicate, but it was very beautiful. Yeah, we had only 1 year, you know, to do everything. I know, to like learn all these technologies. It was very fast. Like experimental, you know, like study. So that's great. そので、1学期目にそういうなんかネイチャーとかのテストをして、僕らの学科ってテクノロジー学科なのでテクノロジー絶対使わなきゃダメなんですよ。で、オートクチュールアスペクト、オートクチュールの技法とテクノロジーを絶対融合させなきゃいけなくて、で、その時に、僕ら学ぶのが、その刺繍技法で、その導線を使って刺繍するんですよ。だから、その縫い物の中でこう、プログラミングができる
やり方とか学ぶんですよ。だから、特殊なステッチしてスピーカー作ったりとか。Do you remember we made like speaker? Yeah. Right, speaker. Like スピーカー作ったりとか、なんかこう、like, remember like we made like some sort of like water? Yeah. Like, and then like the water thing, and then there was like one where you could press here and it would like move something over here. Yeah. なんかそういう感じで、なんかその水に反応して、スイッチオンするとか、そういうのをすごい勉強したんですよ。で、1年の中にそれ全部積み込まれてるんですけど、まあ、レーザーカット使ったりとか、僕はその時時代は 3D プリンターに特化したんですね。で、この次来てくれるゲストの 3D プリンター、イリス・バンヘルパンの 3D ドレスを作った人と僕は一緒に卒コレ作ったんですけど、僕は 3D プリンティング。彼女はどっちかというと、その、コンダクティブスレッドっていうんですけど、その、電気の通る刺繍糸を使って結構、進めた感じですね。で、僕もそれでやったんですけど、なんか、肩叩きでゲームができるやつとか作ったんですよ。その服着て、肩叩くと、なんか、インベーダーゲームができるみたいな。右、右、右、左、左、左みたいな。Do you remember I made like the game, invader game? Yeah. Exactly. そうなんかそういうことをやったりもしました。Okay, great. And then my favorite one, I think the most successful that I would love to work with more again was screen printing the thermochromic ink onto. This was also a contrast of like romanticism and technology. It was a very romantic collection. But I also so like this was like a crushed velveteen fabric, and then I screen printed the thermochromic ink on it, and the thermochromic ink is awesome because as you wear it, you can see here your body heat changes the color. So it was really cool, and I would love to work with that further. And then that's actually what I got nominated for the Frankfurt Style Award, where Sho and I went together. That was the piece. Wait, like, did you order fabric from Premium Vision? No, I think I ended up ordering it from a company in London. Okay. Yeah. Because they had like more advanced stuff, so it was nice. そう、彼女のこのコレクションの一番の、まあ、ポイントは、この、サーモクロニックインクって言って、温度でこう色が変わるやつ。なんかたまにリングとかあるじゃないですか。なんか温度で色が変わるインクをシルクスクリーンしてプリントしたことによって、まあ、なんかロマンティックが結構コンセプトだったので、色がこう体温で変わっていくっていう、まあそういう服と人体のそういうなんかこうリアクションみたいなのをまあテーマに作ってるんですけど、僕らパリにいるときにすごい僕が実感したのはパリにいるすごいいいところって、プレミアムビジョンっていう世界でもう世界中から生地屋が集まる祭典があって、その関係者しか入れないんですけど、パリスカレッジアバートの当時の、学長は、ジャンポール・ゴルチエで CEO をしてた人が僕らの学長だったんですよ。で、その人の、まあ、権力とかもいろいろ使って、僕らはいろんなそういう本場の、生地の祭典とかに結構行くことができて、彼らの名前を使って生地をオーダーするっていうのも、テクノロジーを語る上で、やっぱり自分でそういうのって発明できないじゃないですか。だからいろんな、会社と一緒になって、協賛してやっていくっていうプロジェクトで、彼女はロンドンでこの生地を、発注して作ったって感じです。で、僕もコレクションパリの時代のやつはもう完全防水とか、なんかいろんな特殊ハイテク生地を、その会社の名前を使って、使ったっていう感じですね。Great. Yeah, so it was a very fun semester, very fun year. It was a great year. And so then after graduating, I started to apply for internships like everywhere. Right. And in Paris, it's very, 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 there's a lot of competition. There's a lot of high competition. So there's lots of people from everywhere, all over the world. There's lots of French people as well that want your job or want a job in fashion. And it can get really intense. Like there was a lot of rejection. There's a lot of times where you'll constantly like send a million CVs and portfolios out and you won't hear anything back. And then you just have to do it again and again and again. And I found that I kept trying to go straight into design, which sometimes is good, but also if you have no intern experience on any level, really, no one will look at you. You really need to have intern, even in a showroom or something, for them to like really. Right. Yeah, unless you have like the most amazing portfolio ever of all time, but usually people right out of school don't have it right away. So yeah, so that's what I did. I started working for showrooms, and so I did about 4 or 5 showrooms.
And then finally, I landed on Y Project, and that's actually where I made that connection. So I was just a regular showroom intern. Then they hired me on the next season to do visual merchandising. Great. So I merchandise. Question, like when you did internships, Mhm. did they require people to speak French or only English? No, actually, because the fashion world is so international, it's more important that you speak English than French. So if you speak French, it's a good thing. But if you don't, I mean, my French still is not perfect, and I didn't speak any French when I was interning. So Merci beaucoup. Merci. Disons pris. そうこの後、学校卒業した後にいろんなところでインターンシップしたわけなんですけど、アレクサは。で、僕が聞いたのは、そのパリでインターンシップするときに、フランス語が喋れることは重要なのかっていうことを、聞いたんですけど、英語が喋れるともう OK。むしろフランス語が喋れるより英語が喋れる方が重要。で、これってすごいいい情報なんですけど、僕もパリに1年住んでたんですけど、フランス語全く喋れないんですよ。もう本当に喋れない。けど、ファッション業界にいるパリの人たちって、本当に英語喋れるんですよ。もう、ほぼ必須って感じで、もう英語が喋れるっていうのは結構当たり前で、なんかパリに行くとフランス語しか喋れないんだよねって、ちょっと概念あるけど、ファッション業界にいる年寄りの人とかもう絶対喋ります、英語。ぐらい、もうファッションに英語は欠かせないくなってきてます。そのなんか業界で仕事するにおいて。やっぱりインターナショナルにすごいやるし、ショールームとかもそうだし、コレクションのモデルだってそうだし、モデルさんだっていろんな国から来るけど、英語で会話します。なので、英語でやってたって。で、彼女も言ってるんですけど、インターンシップのいろんな経験をしてた時に、僕からもすごい言いたいんですけど、日本でいうところのインターンシップって感覚と、外国でいうインターンシップの感覚って全く違うんですよ。で、すべての仕事はインターンシップ経験から始まると言っても過言じゃないです。もうインターンをしてない、したことがないっていう履歴書には誰も食いつかない。もうインターンシップを